はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい。お元気ですか？皆さん。あっという間にもう5月になりますね。はい。日本はゴールデンウィークになるんですけれども、私はゴールデンウィークは人がいっぱいでちょっと混むので、その前に旅行に行ってきたんです、実は。はい、また温泉旅行に行ってきました。うん。で、今回はなんと、旦那さんと一緒に温泉旅行に行ってきました。はい。私のレッスンしてる人とかに、旦那さんと温泉旅行行くんだよねって言ったら、結構何人かの人に結構びっくりされまして旦那さんと温泉旅行行くんですかって。いつも一人で行ったり、友達と行ったり、お父さんお母さんと一緒に行ったりしてるから、旦那さんと行くんですねって驚かれて確かにと思って。旦那さんと温泉旅行はもう何年ぶりに、2年、3年、最後にいつ行ったか覚えてないんですけど、うん。はい。結構心配されるんですけど、皆さん、安心してくださいね。別に仲悪いわけではないです。こういうスタイルの夫婦というふうに考えていただければ、はい。別に本当に仲悪いわけではなくてですね、めちゃくちゃ仲は、本当いいんですけど、フリースタイルなんですよ、私たち夫婦は。はい。一人一人でね、好きなことをやるっていうスタイルの夫婦なので、あんまり旅行もね、旦那さんはあんまり、好きじゃないわけじゃないんだけど、あんまり行かないので、旦那さんって。そうそう。でも今回はね、ゴールデンウィークに行く予定だったんだけど、ホテルが取れなくて、じゃあその前に行こうかっていうことで、今回はね、はい、行ってきたんです。うん。で、どこに行ったかというとですね、群馬県の伊香保温泉というところに行ってきました。伊香保温泉知っておりますか？はい。知ってる方少ないと思います。私もね、初めて行くんですよ、伊香保温泉。群馬県なので、東京からね、車でだいたい2時間ぐらい。結構近いんですよね。うん。でも群馬県って言ったら、もう一つ有名な温泉があってですね、草津温泉ですね。草津温泉が圧倒的に有名なので、あんまり伊香保温泉ってちょっと、スポットライトを浴びないっていうか、あまり注目されなくて、知らない人多いと思うんですけれども、今回私は伊香保温泉になぜ行ったのかというとですね、特に理由はないんですけど、友達とかが結構伊香保良かったよとか、伊香保温泉すごく良かったっていう人が結構多かったので、今回行ってみようかなと思って。うん。で、伊香保温泉はどんなところかというとですね、群馬県っていうのは、その草津温泉と伊香保温泉という二つの有名な温泉地があるんですけれども、どちらも歴史はめちゃくちゃ古いんですよね。はい。で、伊香保温泉はもうなんか歴史が古いとかいうレベルを超えていてですね、だいたい1900年前、古墳時代に発見された温泉地だそうです。1900年前とはって感じなんですけど、それぐらい昔からなんていうの、親しまれていた温泉地でして、本当に昔の万葉集っていう本当昔の本に伊香保温泉について載っているぐらい歴史がすごくなんていうの、古い温泉地なんですよね。うん。で、伊香保温泉には2つの温泉、源泉がありましたですね。黄金湯っていう源泉と、えっと、白金かな、白金の湯みたいな感じで、白い金って書いて白金の湯と、黄金、金色って書いて黄金湯っていう、この2つのね、源泉があるんですよ。そう。で、昔からその、子宝の湯とか、婦人の湯って言われてるんですけど、子宝っていうのは子供を作るのにいい、効果がある、本当かどうかわかんないけど、っていうふうに言われてる温泉であって、
あとは婦人の湯だから、なんか女性のなんか病気とか体調不良とかを良くしてくれる、女性の体にいい温泉っていう風に言われてるんですよ。だから結構まあ夫婦とかカップルとか、まあ女性客が多いことで有名なんですよね、伊香保温泉。うん。まあ実際に行ってみてね、うん、すごく良かった。私すごく気に入りました、伊香保温泉。なんかね、私草津行ったことないの実は。草津行ったことないんだけど、草津のイメージって結構温泉地として人が賑わってて、温泉地のなんか遊ぶ場所もいっぱいあって、本当観光地っていうところが草津なんですよね。だから友達と行ったりしてもいいし、観光に来た人が行っても草津は楽しめる場所だと思うんですけど、伊香保は、もっと静かで、どっちかというと、なんか夫婦とか家族とか、なんかお父さんお母さん、お年寄りが行くといい場所なのかなと思います。いい旅館、大きいいい旅館に泊まって、旅館で浴衣に着替えてゆっくりしながら、ちょっと街の中を散歩する。みたいな。で、景色を楽しんで美味しい料理を食べるっていう感じが伊香保温泉の過ごし方かなと思います。だから、まあ、日本で観光に来る外国人の人におすすめってよりは、どっちかというと、日本に住んでいて、特に東京とかに住んでいて、ちょっと週末リラックスしたいな、みたいな。ちょっと温泉でゆっくりしたいな、景色見ながら美味しいご飯食べたいな、みたいな人が行くのがいいのが伊香保温泉かなと思います。うん。なんか草津とかね、やっぱ箱根、関東だと箱根ももちろん有名なんですけど、まあ箱根と草津は結構人が多くてね、そう、とかもう何回も行ってるから飽きたみたいなこともね、よくあるので、はい。行ったことない人ぜひ伊香保おすすめです。はい。で、私たちもね、旅館に泊まりまして、福市っていう、まあ、結構人気がある旅館で、めっちゃでかい旅館だったんだよ、そこが。そう。で、お風呂があって、お風呂もすごく広くて、露天風呂もあって、で、景色がすごく良かった。もう山って感じ。そう、伊香保温泉はだいたい700メートルぐらいの山の上にあるんですけど、だからなんか景色がね、めちゃくちゃいいのよ。で、なんか鳥みたいな、鳥もいっぱいいて、そう。で、伊香保温泉の名物は、その旅館がいっぱいある中のその真ん中に、石畳街って言われる、石畳じゃないや、石段街って言われる石の階段がね、あるのよ。で、石の階段が365段あるのね。で、その石の階段の周りに旅館とかいろんな食べ物のお店とか、なんか温泉まんじゅうの店とか、いろいろあるみたいな。で、その365段を一番上まで登ると、伊香保神社っていう神社があるんですよ。そう。で、大体みんなそこでお参りするっていうのが観光のルーティーンですね。そう。で、神社の上から見る景色が超綺麗。本当に超綺麗だった。なんか、ああ、休みだって感じになる景色でしたね。うん。で、その、石段街っていうところ、結構ね、365段登るのきついんだけど、まあ途中でご飯を食べたりとか、途中でなんかお土産を買ったりすることもできますし、その、伊香保でもう一つ有名なのが、うどんですね。水沢うどんっていうのかな、水沢うどんっていう種類のうどんがあって、結構薄めのうどんですね。うん。があって、私もそれを食べて美味しかったです。はい。で、うどんを食べて帰ったって感じですね。うん。なんかほんとゆっくりできて、はい。楽しかったです。うん。まあ、車の運転も結構しましたしね、私。できました。車の運転。イエーイ。やっぱね、東京の運転とね、そういう、まあ、ちょっと地方っていうか山の方の運転は全然違う。超簡単。東京の運転がどんだけ難しいのか、本当になんか痛感しました。うん。結構自分うまいんじゃねって思うぐらい綺麗に運転できて、駐車とかもして、旦那さんに、褒められました。イエーイ。はい。そんな感じでね、皆さん、興味ある方ぜひ、伊香保温泉行ってみてください。写真とかはね、インスタグラムとかに載せようかなと思うので、皆さん見てみてください。
はい。じゃあ今日は、伊香保温泉についてでした。はい、今日話した話また、トランスクリプト作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと Twitter、Instagram、YouTube こちらのフォローもお願いいたします。はい。あとは、そうだ。コツコツ日本語の水木先生と、また、コラボさせていただきました。水木先生のチャンネルの方に、コラボの、エピソードが載ってますので、ぜひ皆さん見てみてください。今回はね、敬語についてお話ししました。面白かったです。はい。水木先生ありがとうございました。はい。次回はね、私のチャンネルの方で水木先生とコラボさせていただければと思ってますので、皆さんお楽しみに。はい。あとですね、あとペイトリオンこちらのメンバーも募集しております。ペイトリオンでは私のねボーナスポッドキャスト、お休みポッドキャストが見れたり、聞けたり、フルでね聞けたりとか、ブログが読めたりとか、今日ねお話ししたこのエピソードの新しい言葉とかフレーズの説明もしてるので、ぜひチェックしてみてください。はい。あとシャドーイングコースと会話レッスンのコース、こちらも新しい学生さん募集してます。はい。シャドーイングね結構皆さんよくやっていただいていただいてありがとうございます。楽しんでやってくれてる方もいたり、実際にね話すのに効果があったとか、リスニング力が上がったって言ってくれる方もいて、ぜひシャドーイング本当に効果がある勉強法だと思うので、ぜひ参加お待ちしております。はい。そんな感じですかね。他になんか最近さ、まだ私若いつもりなんだけどさ、なんか体になんていうの、いろんなところに異変が起きてて大丈夫かって感じなんだけど、なんか最近さ、朝起きてパッて目を開けるとすっごいめまいがするのね。なんか本当にね目が回ってる感じ、ぐる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 って。それがねなんかたまに起こるのよ。そういう経験した方いらっしゃらないですかね。本当にね目をパッて開けたらもう目が本当に回ってんの。結構危ないよね。そうだからなんかすぐ起きれなくて、なんかずっと目が回ってんなと思って、で落ち着いたなと思って起きてもまたしばらくするとプラってきてめまいがしたりして、なんか結構ね今日その朝それがあって、今日一日中結構なんかちょっとクラクラするというか、なんかずっとめまいがしてて、天気もね今日雨で悪いから、なんか頭痛じゃないけどすごい気持ち悪い感じがしてて、今日はちょっと元気がないんです。実はなんか調べてみたらなんかそういうのがあるらしくて、なんか年齢とか関係ないみたいなんだけど、なんかあるらしいです。なんか治療とかはできないみたいなんだけど、なんかストレスなのかなんかよくわかんないんだけど、なんかねめまいがすごくて、本当は嫌だなって、年を取るのって嫌だなって思って嫌だなみたいな、人間生きてるといろんなことがあるなって痛感しております。はい。皆さんもね体に気をつけて元気に過ごしてくださいね。はい。そんな感じでまた次回さようなら。